皆さんこんにちは。卓球の深遠な世界を論理的かつ多角的に解き明かす解説動画へようこそ。進行役のケンジです。こんにちは、みさきです。今回は全国の中学校卓球部で繰り広げられている非常に奥深く、かつ時には熱い議論や感情の行き違いを巻き起こすテーマについて徹底的に解説していきます。今回のテーマはズバリ中学校卓球部活動におけるつぶたかラバーです。副題としてメーカーやベテランプレイヤーが教えてくれない卓球の真実と銘打たれた極めて密度の濃い多角的分析報告書をもとに、その知られざる実態と構造に迫っていきます。卓球経験者の方なら一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。ラバーの表面に無数の細長いブツブツが立っているあのラバーです。相手が力強いドライブを打ってきた時に手元でふわっと不思議な軌道を描いて強烈な下回転で返したり、急に無回転のボールを出して相手のミスを誘うあのつぶだかラバーですね。そうなんですよね。初心者の頃に大会などでつぶだかの選手と対戦すると、なんだこの打球は、普通に打っているだけなのに全部ネットにかかる、手元で揺れて球筋が読めないとパニックになりがちですよね。ですが、このつぶだかラバーという用具は単にちょっと特殊なゴムのシートという枠にとどまりません。中学生の部活動現場においては、単なる技術論や用具選びの域を超えて、未経験顧問の指導体制、部活動の練習時間制限、中学生特有の身体的発達、さらには部内の人間関係や心理学、最新の用具テクノロジー、そして YouTube などの動画メディアの影響まで、様々な要素が複雑に絡み合う中心的存在になっているんです。まさにその通りですね。かつて一部の自治体ではつぶたかラバーは基礎の習得を妨げるとして指導自粛が求められた過去があったり、男子生徒と女子生徒でメーカーのシェアナンバーワンの割合が大きく異ねっていたり、最新の動画メディアによってつぶたかの魔法が解き明かされて攻略法が可視化されたりと、驚くべき事実がたくさん詰まっています。専門的な知見や実際のデータを交えながら明るく楽しくテンポよく掘り下げていきますので、指導者の方も現役の中学生プレイヤーも保護者の皆様もぜひ最後までじっくりとお付き合いください。それでは中学校卓球におけるつぶだかラバーの真実を探る旅へ早速スタートしましょう。さて、ここからは本報告書の全体像を把握するために主要な発見やポイントをまとめたサマリーをお届けします。みさきさん、今回の分析報告書で特に注目すべき発見にはどんなものがあるのでしょうか。はい、大きく分けて5つの重要なポイントに集約されます。まず1つ目は、情報の非対称性から構造的ギミックへの変化です。かつてつぶだかラバーは回転がどうなっているかわからない解読不能な魔法のラバーとして恐れられていましたが、現代では物理メカニズムとして完全に解析され、論理的に攻略すべき構造的ギミックへと変化しています。なるほど。昔は理屈がわからない恐怖があったけれど、今は仕組みさえ理解できれば論理的に攻略できるという時代になったわけですね。2つ目のポイントは何でしょうか。2つ目は部活動環境の制限と実利的な生存戦略です。現在、公立中学校を中心に専門指導者の不足や練習時間の短縮が進んでいます。その中で短い練習時間で生徒を1回戦負けから救い、早期に勝利体験を与えるための極めて合理的で現実的な選択として、バック面をつぶだかラバーにするコンバートが行われているんです。限られた環境の中で成果を出すための非常に切実かつ合理的な戦略というわけですね。では3つ目は。3つ目は性別によるブランドシェアの顕著な差異です。中学生男子の 73% がバタフライ製品に一極集中しているのに対し、女子生徒ではバタフライのシェアが 45% にとどまり、ビクタスやヤサカ、ニッタク、アームストロングなどに分散しています。これは女子卓球においてつぶだかや表ソフトといった異質ラバーの使用率が定常的に高いことが大きく関係しています。男子と女子でそんなにも用具のシェア構造が違うとは驚きです。4つ目のポイントも教えてください。4つ目は、部活動内における心理的摩擦と認知的不協和です。つぶだかラバーに対して裏ソフトラバーの選手が抱く卑怯だ、ずるいという感情の裏には、自分たちの大きな努力が道具によって無効化されたという感覚や、回転反転という物理現象を正しく理解できないことによる心理的な葛藤が存在しています。単なる子供の愚痴や嫉妬ではなく、心理メカニズムとして説明できるんですね。そして最後の5つ目は何でしょうか。5つ目は用具テクノロジーの進化とデジタルメディアによる情報の民主化です。プラスチックボール化に伴い、
自ら攻撃を仕掛けられるドイツ製テンションつぶたかラバーなどが登場する一方で、 YouTube を通じてバールドラバーマーケットやタクティブといった専門メディアが攻略法を可視化共有し、中学生の戦術知識が劇的にアップデートされています。どれも興味深いトピックばかりですね。これらの発見がどのように結びついているのか、ここからさらに深く掘り下げて詳しく見ていきましょう。ここからは粒高ラバーが歩んできた歴史的な背景について詳しく見ていきたいと思います。美咲さん、報告書によると、昔は特定の地域で粒高ラバーの使用を制限しようとする動きがあったそうですね。そうなんです。かつて徳島県などの一部の自治体や地域において、粒高ラバーの使用は中学生における卓球の基礎技術の習得を妨げるという理由から、指導上の自粛や使用制限が求められたという歴史が存在します。基礎習得の妨げですか？なぜそこまで厳しく見られていたのでしょうか？当時の指導者層の間では、卓球の基本とは裏ソフトラバーを使って自分の力でボールに強い回転をかけ、スイングを固めて正確にラリーを続けることだという強い固定概念がありました。粒高ラバーは自分で回転を作らず、相手の回転を利用して返球するため、自力で回転をかける基本技術を身につけないまま、道具の性能で楽をして勝とうとしていると受け取られがちだったのです。なるほど。汗を流してスイングを磨く正統派の努力を重視するあまり、粒高ラバーが一種の異端として排除されそうになった歴史があるわけですね。また当時は情報が非常に限られていたため、粒高ラバーの回転変化の仕組みを正しく説明できる指導者が少なかったことも原因です。指導者自身が対策や指導法を知らないために、教えづらい用具、正当な卓球の育成を阻害するものとして否定的な評価を下してしまっていた側面もあります。指導者側の知識不足や指導の難しさも関係していたとは目から鱗です。指導者自身が仕組みを分かっていないと生徒に教えようがないですからね。その通りです。そのため、まずは全員裏ソフトで正しいフォームを身につけさせるべきだという規範が強く働き、特定の地域で粒高の使用自粛が呼びかけられるような事態へと発展したのです。過去の自粛議論を経て、現代の中学校卓球界において粒高ラバーの立ち位置はどのように確立されていったのでしょうか。現在では日本卓球協会をはじめとする公式ルールの全国的な統一が徹底されており、特定のラバーを地域独自で排除や制限することは認められていません。ルールに適合したラバーであれば、カットマンや前陣異質型などいかなる線形であっても正当なプレースタイルとして尊重されるのが当然の前提となっています。地域によってルールが違ったら、全国大会やブロック大会で公平な試合ができませんもんね。その通りです。そして何より、現代の卓球界においては、情報の非対称性に依存した勝ち方が通用しなくなってきたことも正当な評価につながっています。情報の非対称性というとどういうことでしょうか？要するに、相手が粒高ラバーの仕組みを知らないから勝てるという時代ではなくなったということです。かつては粒高の性質を知らない相手に対して、ただボールを当てて返すだけで相手が勝手にミスをしてくれました。しかし現代では物理メカニズムが解明され、論理的な構造的ギミックとして分析・攻略されるようになっています。なるほど。だからこそ粒高を使う選手もただ用具の変化に頼るだけでなく、高度な打球タッチやコース好きの技術、戦略的な駆け引きが求められる高度な技術体系として認められるようになったんですね。おっしゃる通りです。現代の中学校卓球において粒高ラバーはずるい道具などではなく、ルールの中で認められた立派な戦術的カードの一つとして正当に評価されているのです。続いて現代の中学校部活動を取り巻く環境と、なぜそこで粒高ラバーが選ばれるのかという現場のリアルに迫っていきましょう。現在、全国の公立中学校を中心とする部活動現場では、指導体制における大きな構造的な問題が存在します。それは、卓球の専門指導者の不足と、未経験の教員が顧問を務めるケースが非常に多いという実態です。確かに。今年から卓球部の顧問になったけれど、自分は陸上部出身ですとか、数学の先生で卓球は体育の授業でしかやったことがないみたいな先生、よく聞きますよね。まさにそれです。さらに近年では、教員の働き方改革やスポーツ庁のガイドライン改定に伴い、部活動の練習時間が大幅に制限されています。具体的には、週3、4日、1回の練習時間は2時間程度という学校が増えています。昔みたいに毎日放課後から暗くなるまで何千球も卓球練習をするというスパルタ的な練習はできなくなっているわけですね。はい。
このような環境下で未経験の顧問教員が限られた時間の中で部員たちに卓球の基礎を教え、試合で勝てるように指導しなければならないという厳しい現実があります。専門知識も練習時間もない中で、どうやって部員たちに勝利体験を味わわせるか、これは現場の先生方にとって相当な難題ですね。そこで浮上してくるのが、バック面に粒高ラバーを採用するという戦術的判断なんです。指導環境の制限がある中で、なぜ粒高ラバーへの転向、いわゆるコンバートが有効な戦略になるのでしょうか。最大の理由は、生徒に早期の成功体験を与え、1回戦負けを回避させるための実利的な生存戦略として非常に合理的なためです。生存戦略、すごい言葉ですが、具体的にはどういうことですか？中学校で卓球を始めたばかりの初心者が一番最初にぶつかる大きな壁がレシーブとバックハンドです。相手のサーブの強烈な回転を正しく見極めて裏ソフトラバーで返球するのは未経験者にとって極めて難易度が高い作業です。確かに回転の向きや量を読み間違えると、ボールがあさっての方向に飛んでいったり、ネットに叩きつけられたりしますよね。そうなんです。しかしバック面に粒高ラバーを貼ると、ラバーの粒が折れ曲がることで相手の回転を受け流し、無効化して返球することができます。つまり複雑な回転の読みができなくても、正確にボールに面を合わせるだけで相手のコートにボールを返せるようになるんです。なるほど。相手の回転に振り回されずにレシーブが安定するわけですね。その通りです。これによりわずか数ヶ月の練習でも地区大会の1回戦を突破できるようになります。試合で勝つ喜びを知れば、生徒のモチベーションも劇的に上がりますよね。また団体戦においても異質型の選手が1人いるだけでチーム全体の戦術的バリエーションが増えるため、指導者にとっても非常に魅力的な選択肢となるのです。ここからは少し視点を変えて、中学生市場における用具のブランドシェアについて見ていきたいと思います。美咲さん、男子と女子でメーカーのシェアに大きな違いがあるんですよね。はい、非常に興味深いデータがあります。中学生市場における卓球ブランドのシェアを調査したところ、男子生徒ではなんと 73% がバタフライブランドに一極集中していることが分かっています。 73%？ 男子の約4人に3人はバタフライを使っているということですか？すごいシェアですね。はい。しかし一方で女子生徒におけるバタフライのシェアは 45% にとどまっているんです。女子だと過半数を割っているんですか？なぜ男子と女子でそこまで大きな差が出るんでしょうか？その背景にあるのが異質ラバー使用者の割合です。女子卓球界では男子に比べて粒高ラバーや変化系表ソフトといった異質ラバーを使用するプレイヤーの割合が定常的に高いという特徴があります。なるほど。男子は裏ソフト主体のパワープレイやドライブ主戦型が多いけれど、女子は変化球やピッチの速さ、前陣でのブロックで勝負する戦型が多いからですね。まさにその通りです。そして粒高ラバーや変化系表ソフトなどの異質系製品において、独自の強みや豊富なラインナップを持つメーカーがバタフライ以外にも多数存在します。例えばビクタス、ヤサカ、ニッタク、アームストロングといったメーカーですね。女子生徒の需要がこれらのメーカーに分散するため、男子と女子でブランドシェアの構造が大きく異なっているのです。女子卓球で異質ラバーが多いというお話がありましたが、中学生の身体的な成長段階という点からも粒高へのコンバートの理由が説明できるそうですね。はい。中学生という時期は骨格や筋力が未発達な発達段階にあります。特に腕の可動範囲や体幹の筋力がまだ十分に備わっていない生徒にとって、技術的に最も難しいのがバックハンドのドライブ打球です。フォアハンドは体を大きく使って振れますが、バックハンドは体の前で振り抜かないといけないから、筋肉や柔軟性がついていないと難しいですよね。そうなんです。裏ソフトラバーを使って体の前でボールに強い回転をかけつつ、十分なスピードを出して相手コートに叩き込むには、強靭な体幹と鋭いスイングスピード、そして繊細な手首の使い方が不可欠です。これをマスターするには膨大な反復練習が必要となります。先ほどお話しされたように、部員3、4日1日2時間という部活動の制限時間内では、部員全員にそこまでのバックハンド技術を習得させるのは物理的に厳しいわけですね。その通りです。特に公立中学校の中間層の生徒全員にそれを求めるのは現実的ではありません。だからこそ身体的な負担が少なく、筋力が未発達でも相手の力を利用して変化球を返せる粒高ラバーへのコンバートが身体的発達段階に応じた合理的な解となるのです。
ここで裏ソフトラバーと粒高ラバーの打球メカニズムの違いについて物理的な観点からしっかり整理しましょはい。報告書にまとめられている比較表をもとに解説しますね。まず、私たちが普段標準と考えている裏ソフトラバーは、ゴムの表面摩擦力とスポンジの食いつきを利用して、自らボールに回転や打力を生み出すメカニズムです。自分のスイングの力と強い摩擦で思い通りの回転や軌道を作り出すわけですね。一方、粒高ラバーは全く異なります。表面に無数の細長いゴムの粒が立っており、相手の打球が当たった瞬間に、その柔軟な粒がぐにゃりと折れ曲がります。屈曲現象。これによってボールとの摩擦を極限まで減らし、相手の回転を殺さずにそのまま維持して返したり、反転させたりして返球するんです。だから相手が強力な上回転ドライブを打ってきた場合、粒高でブロックすると、その上回転が残って強烈な下回転、カットボールになって返っていくんですね。その通りです。技術習得の所要期間で見ても、裏ソフトは基礎スイングや回転操作の習得に長期間の反復練習が必要ですが、粒高は基本的なブロックやプッシュを覚えれば、短期間で実戦投入が可能です。身体操作の面でも裏ソフトが強靭な体幹や鋭いスイングを求めるのに対し、粒高は前陣での正確なタッチや打球タイミングの予測、手首の繊細な感覚が重視されます。戦略的役割も自力で攻める裏ソフトに対し、相手の威力を相殺し失点を誘う粒高という明確な違いがあるわけですね。ここからは粒高ラバーがもたらす部活動内の心理的ドラマについて掘り下げていきましょう。美咲さん、部活動の中で粒高プレイヤーに対して卑怯だ、ずるい、やりづらいといった不満の声が上がることがありますよね。そうですね。特に卓球を始めたばかりの初心者や中級者層の生徒間では、そういった感情論や否定的な反応が根強く表出することがあります。しかし報告書では、これを単なる子供のわがままとして片付けるのではなく、心理メカニズムとして分析しています。心理メカニズム、具体的にはどういう心理が働いているんでしょうか。大きな要因の一つ目が、努力の正当性に対する疑念です。裏ソフトラバーを使う生徒は、毎日血の滲むような練習をしてスイングを磨き、強い回転やスピードのあるボールを打てるようになることを正しい努力として内面化しています。汗を流して一生懸命練習することが正義だという価値観ですね。はい。しかし、そうやって苦労して打ち込んだ渾身のドライブを、粒高ラバーの相手がちょこんとコンパクトに手元で当てただけで、強烈な下回転になって帰ってきて、自分がミスをしてしまう。この時、裏ソフト側の生徒は、自分の大きな努力が相手の最小限の動作と道具の性能によって無効化されたと感じるんです。自分はこんなに努力したのに相手は楽をして勝ち上がってという感情が芽生えてしまうわけですね。正当な努力の対価が否定されたように感じてしまうと。まさにそれです。これが卑怯だ、ずるいという不満の根本にある心理的な背景なんです。努力の正当性に加えて、もう一つの心理メカニズムとして認知的不協和という言葉が出てきましたね。はい。認知的不協和とは、自分の認知や考えと目の前の事実との間に矛盾が生じた時に感じる強い心理的ストレスのことです。卓球において、自分がかけた強烈な上回転がそのまま下回転として自分に跳ね返ってくるという物理現象を正しく理解できていない生徒は、なぜしっかり振り抜いた自分の打球がネットに直行するのかが理解できません。ちゃんと振り抜いて良いフォームで打ったはずなのに、なんでネットにかかるんだと頭の中がパニックになるわけですね。その時、自分の技術や知識が未熟だから失点したという不都合な現実を受け止めるのは、自分のプライドが傷つきます。そこで、相手が特殊で卑怯なラバーを使っているからだ、おかしな道具のせいだと外部に責任を転嫁することで、自分の心理的安定を保とうとするんです。これが認知的不協和の解消プロセスです。自分の心の平穏を守るために、無意識のうちに相手の道具を攻撃してしまうんだ。人間の心理としてすごくよくわかります。でもこれ、部内で人間関係には深刻な影を落としますよね。そうなんです。球の回転が独特で練習にならない、やりづらいから打ちたくないといった理由で、部内練習で相手にされなくなったり、最悪の場合は孤立や心ない言葉を浴びせられるリスクがあります。それは悲しいですね。チームのために粒高を選んだ生徒が孤立してしまうなんて、どうすれば防げるのでしょうか。顧問や指導者がなぜそうなるのかという物理的仕組みを部全体に教育し、粒高プレイヤーをチームが県大会などで異質型と戦うための貴重な仮想的練習パートナーとして正しく位置づけることが不可欠です。
そうすることで、部内での独自のポジションとリスペクトが生まれるのです。指導者の視点から見た粒高ラバーの導入におけるメリットとデメリットについても深く考えていきたいと思います。指導上のメリットは前述した通り、短期間での守備力向上と早期の勝利体験です。相手のサーブやドライブに翻弄されず返球できるため、相手の自滅を誘って勝ち上がることできます。身体能力や体格に恵まれない生徒にとっても、競技における独自の生きる道を見出せるという教育的価値があります。自分の強みを生かして居場所を作れるというのは素晴らしいことですよね。では、デメリットや懸念点は何でしょうか？最大のデメリットは、長期的育成の視点における技術的天井の露呈と将来的な尖閣変更の困難さです。技術的天井、成長の限界が来てしまうということですか？はい。初心者の段階から粒高ラバーの変化だけに頼り切ってしまうと、ボールをラバーにかませて、自らスピードや回転を生み出す、弾くという卓球の最も根本的な感覚が育ちにくくなります。相手の力を利用することばかり思えて、自分から回転をかけて打つ感覚が身につかないんですね。そうです。その結果、高校進学後や上級者大会などで、粒高の対処法を完璧に知っている相手と対戦した時に、自発的な攻撃力を持たないプレイヤーは完全に行き詰まってしまいます。また、一度粒高の感覚に慣れてしまうと、後から裏ソフトに戻すのが非常に難しいという問題もあります。未経験の顧問教員が指導する場合、粒高ラバーの指導にはさらに難しいハードルがあるそうですね。そうなんです。粒高ラバーで高いレベルを目指すには、ただ当てるだけでなく、粒をどう倒すか、手首のタッチをどう変えるかといった極めて繊細な技術が必要です。しかし、卓球未経験の顧問の先生には、そうした高度な感覚を教えるノウハウがありません。先生自身がやったことがない動きですから、アドバイスのしようがないですよね。結果として、生徒がただ当てて待つだけの単調なブロックに終始してしまい、技術的な成長が止まってしまうリスクが高まります。なるほど。では、そうならないために指導現場ではどのような配慮が推奨されているのでしょうか？非常に重要な提言として、バック面に粒高ラバーを貼りつつも、フォア面には必ず裏ソフトラバーを配置するという両面異質スタイルが推奨されています。フォア面は裏ソフトにする。はい。バックで粒高の変化を使ってチャンスを作り、フォアハンドでは裏ソフトを使って自分の力でドライブを打ち込む。そして日々、フォアハンドの基礎打ちやフットワーク練習を怠らないように指導するんです。これによって自発的な攻撃力と回転感覚を維持しながら、粒高のメリットも生かすという将来につながる技術的土台が構築できます。さて、ここからは用具テクノロジーの最新トレンドについて見ていきましょう。美咲さん、卓球界では数年前にボールの材質がセルロイドからプラスチックに変わりましたが、これが粒高ラバーにも大きな影響を与えたそうですね。大きな影響を与えました。プラスチックボールへの移行により、ボール全体の回転量が落ち、空気抵抗による減速が増えました。その結果、従来の前陣でじっと耐えて守り、相手のミスを待つという守備専業の粒高スタイルだけでは勝ちにくくなったんです。ボールが変わったことで、従来の守り一辺倒の戦術が厳しくなったわけですね。はい。そこで用具メーカー各社が開発を進めたのが、自ら積極的に攻撃を仕掛けられる多機能攻撃型粒高ラバーです。粒高なのに攻撃ができる。そうなんです。相手の球を受けるだけでなく、自分から押し込んで鋭いプッシュを打ったり、ミート打ちで叩き込んだりできるラバーが現代のトレンドになっています。用具の進化によって粒高プレイヤーの戦術自体が守備からアグレッシブな攻守兼備へと進化しているんです。報告書では現代の粒高ラバー市場が日本製の幾何学物理構造重視モデルとドイツ製の化学テンション内蔵モデルの2つに分極化していると分析されていますね。具体的な製品名を挙げながら比較していただけますか？わかりやすく解説しますね。まず日本製の代表格はビクタスのカール P1V、旧 P1R です。このラバーはルールが定めるアスペクト比、つまり粒の高さと直径の比率の物理的限界に挑んだ設計になっていて、粒が不規則に折れ曲がるキンク現象によって最大級の変化を生み出します。沢級スポーツやラリースなどの専門メディアでもカットマンや上級者向けとして絶賛されています。ルール限界の変化量、まさに伝統の物理構造型ですね。他に日本製のモデルにはどんなものがありますか？バタフライのフェイントロング3は柔らかいツボを採用し、カットやつっつきのコントロール性を重視した守備型です。またヤサカのファントム 0012AN は裏面に布地がついた構造で自発的な変化と手元の操作性に優れています。
アームストロングのツイスターなども人気ですね。どれも物理的な構造や配置工夫で味を出しているんですね。では一方のドイツ製テンション系はどうでしょうか。その筆頭がティバーのグラスディータックスです。このラバーはゴムシートやスポンジに強力なテンション効果が内蔵されています。相手のドライブに対して自動的に強烈なスピン反転を起こすだけでなく、高反発を利用した目にも止まらぬ高速プッシュやミート打ちが可能です。まさに攻撃型粒高の最高峰ですね。粒高ラバーと並んでマ陣での攻撃性を高める選択肢として変化系表ソフトというジャンルも注目されているそうですね。はい、特にアームストロング社のアタック8という製品は異質プレイヤーの間で非常に高い人気と知名度を誇っています。アタック8、名作ラバーとして有名ですよね。そうなんです。アタック8は分類上は表ソフトラバーなのですが、粒が通常よりも高く設計されており、粒高に近いナックル変化と表ソフトならではのボールを叩き潰す打ちやすさを兼ね備えています。まさに粒高と表ソフトのいいとこ取りですね。はい。異質な変化で相手を揺さぶりつつも、チャンスボールが来たら自分から積極的にパチンとミート打ちで攻撃したいというプレイヤーにとって最高の選択肢となっています。粒高ユーザーがさらなる攻撃力を求めてアタック8へ移行したり併用したりするケースも多く、女子卓球などを中心に非常に強い存在感を示しています。用具の性能が上がる一方で、報告書では経済的な維持コストというリアルなお金の問題についても警告が鳴らされています。そうなんです。ここがご家庭や指導者にとって非常に重要なポイントです。先ほどご紹介したドイツ製の高機能テンション粒高ラバーなどは非常に高いパフォーマンスを発揮する反面、価格が高額でさらに寿命が短いという特徴があります。毎日 2,3 時間練習する部活動の環境だとどれくらいで寿命が来ちゃうんですか？わずか1ヶ月から 1.5 ヶ月程度で内蔵されたテンション性能が落ち、粒の弾力や張りが損なわれてしまいます。つまりベストな状態を保つには毎月のようにラバーを張り替えなければなりません。毎月数千円から1万円近くかかる消耗品費となると、ご家庭の負担はかなりのものになりますね。はい。特に近年は部活動の地域移行が進み、用具の購入や維持が個人の自己負担に委ねられる傾向が強まっています。経済的な余裕がある家庭は高頻度で最新ラバーに交換できますが、そうでない家庭は古くなったラバーを使い続けざるを得ないというアクセシビリティ、入手維持の機会の二極化が懸念されています。耐久性の高い日本製の伝統的粒高を選ぶか、維持費覚悟でドイツ製テンションを選ぶか、経済的な視点も含めた用具選びが必要な時代になっているんですね。ここからは近年の卓球界を大きく変えたデジタルメディアの影響についてお話ししましょう。 YouTube などの動画メディアの普及で粒高ラバーに対する見方がガラリと変わったそうですね。まさに情報の民主化が起こりました。かつて粒高ラバーの対策や仕組みはベテラン指導者や一部の強豪校の中だけで秘伝のように受け継がれていました。そのため一般の中学生にとっては何が起こっているかわからない魔法だったわけです。それが動画で見られるようになった。はい。WRM ワールドラバーマーケットやタクティブといった卓球専門のウェブメディアや YouTube チャンネルがハイスピードカメラ映像や物理的なアニメーションを用いて粒高ラバーの回転反転メカニズムを完璧に可視化して提示したんです。上回転を打つと下回転で返ってくる、無回転で送るとどうなるかといった理屈がスマホ一つで誰でも一目瞭然になったわけですね。その通りです。これによって粒高ラバーは正体不明の不気味な存在から仕組みが分かっているゲームの構造的ギミックへと一気に格下げされました。理屈さえ分かれば中学生でも論理的に攻略できる時代になったのです。動画メディアによって情報の民主化が進んだ結果、現代の中学生の間では具体的にどのような粒高攻略パターンが定着しているのでしょうか。代表的なものを教えてください。異質な卓球ブログやタクティブなどの解説でも広く知られている代表的な攻略パターンが3つあります。1つ目はナックル、無回転ボールの徹底集球です。粒高ラバーは相手の回転を利用して反転させるのが得意ですが、自ら回転を作る力は弱いです。そのため回転のないナックルモールやナックルサーブを集中的に送ると、粒高側は変化をつけられず返球が甘く浮きやすくなります。回転を与えないことで相手の威力を封じ込めるわけですね。2つ目はループドライブの回避とロングサーブ戦術です。強い下回転に対して無理に強力なループドライブの打つと強烈な下回転ブロックで返されて自滅します。
そのためこれを避け、深めのナックルや上回転のロングサーブで相手を前陣から押し込み、浅く浮いたボールを叩くという戦術です。3つ目は何でしょうか？ 3つ目は、つっつきとドライブの交互サイクルです。つぶたかに対してつっつき、下回転を送ると上回転で返り、ドライブ、上回転を打つと下回転で返ってくるという規則性を利用します。つっつきを送る、上回転で返ってきた球を叩く、返ってきた強烈な下回転を再度深くつっつきするという幾何学的なラリーで機械的に追い詰める方法です。仕組みを知っている選手からすると、回転の法則が決まっているから、むしろコースやパターンを予測しやすくて狙い撃ちしやすいとまで言われるようになっているんですね。ここまで中学校卓球部活動における粒高ラバーの多角的な分析を見てきました。本当に奥が深く、様々な要素が絡み合っていることが分かりましたね。はい。粒高ラバーは限られた練習時間と指導体制の中で生徒が成果を出し成功体験を得るための合理的な生存戦略であると同時に、部内の人間関係やスポーツマンシップを育む教育的題材でもあります。最後にこれからの部活動指導におけたまとめと提言をお願いします。今後の指導においては、粒高ラバーを感情的に卑怯だと排除することも、逆にその短期的な変化性能だけに全依存して指導を放棄することも避けるべきです。具体的な提言として、第一に、バック粒高の選手であっても、フォア面には裏ソフトを貼り、自力で打つフォアハンドドライブやフットワークの練習を並行させること。これによって高校以降でも通用する技術的土台が作れます。第二に、未経験の顧問の先生も、動画メディアなどを活用して、粒高の物理的仕組みを部全体で共有すること。仕組みを理解させれば、部内の感情的な対立を防げますし、粒高プレイヤーをチームの戦術対応力を高めてくれる不可欠な練習パートナーとして尊重する温かい文化が醸成されます。用具の特性を論理的に理解し、お互いの強みを認め合って高め合う。これこそが現代の中学校卓球部が健全に発展していくための鍵ですね。その通りです。粒高ラバーをめぐる探求が生徒皆さんの成長と卓球の楽しさにつながることを心から願っています。本日は盛りだくさんの内容でお届けしました。ご視聴ありがとうございました。